こんにちは、セリナです。今回は3月28日予約開始、4月11日発売、アディクションサマー2025コレクションハーモニアスシナジーをアディクション様よりギフティングいただきましたのでご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画ではアディクションのサマーコレクションをご紹介していきますので、このコスメはどのパーソナルカラータイプの方におすすめなのか知りたいという方や、購入を検討しているけれど実物を試せなくて迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。もちろんご自身のパーソナルカラーがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るめが得意、暗めが得意、くすみが得意、鮮やかが得意など自分の得意な特徴に当てはめてコスメを選びやすいように解説していきますので、少しでもコスメ選びのお役に立てたら嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた新作コスメのレビューはもちろん、ベースアイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アディクションサマー2025コレクションハーモニアスシナジー。風が渡り葉の先に揺れる光、静かな森にエナジーがうねり出す。波打ち際にきらめく白波、日の光が浜辺に散り夏を奏でる音が響く。遠くの水面は静まり返る。静と動の相反するエレメントが響き合い、きらめきと深みを一つにしたこの夏だけのコレクション。新しいバランスと出会うひとときを。ご紹介するのは数量限定ザ・アイシャドウプリズム。きらめきと色のニュアンスが重なり合い、夏の情景を目元に映し出す。動くたびに揺れる多彩なパールが弾けるように輝くアイシャドウ。パウダーとゲルが溶け合ったフォーミュラで肌に吸い付くようにフィット。102はバイオレットがきらめくライトピンク。103はゴールドやグリーンがきらめくライトゴールド。104は多彩な光が入り混じる黄昏のライラック。105は軽やかにきらめくイエローグリーン。106は涼しげな表情を作るみずみずしいミントブルー。107はシックでロマンチックなバイオレットトープ。108は燃える陽光を思わせるオレンジレッド。109は明け方の空のようなきらめくネイビー。続いても数量限定ザ・ブラッシュニュアンサー。夏の頬に光と立体感を重ねて。チークのトップコートで生まれる軽やかなニュアンス。一瞬のきらめきをまとうこの夏だけの限定色。103N は大粒のパールが溶け込んだパープルシルバー。104N はグリーンパールが潜む陽光のペールオレンジ。続いても数量限定ザ・コンパクトケースハーモニアスシナジー。静と動が織りなす夏の海の美しさを閉じ込めて。天然マイカとガラスラメが描き出す水面のきらめき。72% リサイクル素材を使用したサステナブルなコンパクトケース。続いても数量限定ザ・リキッドアイライナーパール。軽やかに光を放つリキッドアイライナー。深みのあるベースカラーに様々なパールが鮮やかに輝く。シアーな質感で繊細なラインもグラフィックな表現も思いのままに。102SP は幻想的にきらめく軽やかなグリーン。103SP はスパイシーな輝きを放つオレンジブラウン。104SP はレッドとシルバーがきらめくグレージュ。105SP はピンクやシルバーが瞬くシアーネイビー。そしてリップオイルプランパーの新色012
ミルキークォーツ。陽光で輝くストーンのような生き生きとしたツヤを唇に。高いトリートメント効果でプランプアップするリップオイル。みずみずしいオイル膜が潤いを逃がさず、縦じわを滑らかにカバーします。新色の102ミルキークォーツは天然石のようなウォームホワイト。それではリップオイルプランパーの新色012からご紹介していきます。こちらはこんな感じのクリアなタイプなので、パーソナルカラー問わずに使いやすいです。唇の上にのせるとこんな感じです。唇の上にのせると無色透明なクリアタイプというよりも、ほんのりホワイトを感じる柔らかいミルキーカラーに発色します。清涼感が強すぎるタイプではないですが、程よいプランプアップ効果もあるので、唇の血色感が増して、ホワイトのカラーと血色が混ざって、柔らかいピンク系に発色するところがとても可愛いです。滑らかなオイルテクスチャーですが、べたつかないので、夏の保湿リップとしても活躍してくれそうだなと思いました。香りは爽やかなローズ系の香りがうっすらと感じられる程度なので、香りが強いリップが苦手な方にも使いやすいと思います。続いてはこちら。数量限定のザ・ブラッシュニュアンサーをご紹介していきます。それぞれをパーソナルカラーに分けると、103エンドはブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。ホワイトに近い淡く明るいパープルのベースに、シルバー、ブルー、パープルのラメがきらめきます。青み、明るさ、ラメの華やかさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブルベ冬は全タイプ、ブルベ夏はブライトサマー、クールサマーにおすすめ。104N はイエベ春におすすめ。肌なじみのいいベールオレンジのベースに、グリーンのパールが艶めく偏光カラー。黄身、明るさ、パールの艶が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ライトスプリング、ブライトスプリングにおすすめ。それでは片側ずつに塗って実際のカラーや質感をご紹介していきます。まずは 103N です。目の下からこめかみに向かって C ゾーンに入れていきます。軽くのせるだけでもこんな感じで、中に入っているパールとラメが光って透明感抜群のツヤ肌に仕上がります。まずはこちら側半分に 103N を塗ってみました。ベースに明るく淡いニュアンスのパープルが入っている効果で、このハイライトを塗るだけで一気に透明感がアップして、明るく儚げな印象の肌に仕上がりました。そして中に入っているラメもしっかり肌の上で楽しむことができて、光をしっかりキャッチして反射してくれるピンポイントで輝くラメのツヤ感がとても綺麗です。近くで見るとこんな感じです。肌の上に乗せるとシルバーとブルーのラメがより際立ちます。透明感抜群のハイライトをお探しの方におすすめのカラーです。続いて反対側に 104N を塗っていきます。こちらはペールオレンジのカラーが乗った上にグリーンのパールが角度によって光ります。磨くようにのせていくとパールのツヤが増していってとても綺麗です。こちら側には104のカラーを C ゾーンにハイライトとして塗ってみました。手元で見た時はベースのオレンジがかなりナチュラルに感じましたが、肌の上にのせると結構しっかり発色してくれるので、こちらは血色感を出したい時のハイライト使いとしてはもちろん、ナチュラルなカラーのチークとしても使いやすいんじゃないかなと思いました。柔らかくミルキーなオレンジのベースに角度によってグリーンのパールが艶めきます。近くで見るとこんな感じです。グリーンパールはそこまで色味が強すぎないので、オレンジの中に程よい透明感をプラスしてくれます。パールの効果で濡れたようなツヤ肌に仕上がります。透明感をアップさせたい方や、ラメの反射でピンポイントに光を放つような肌に仕上げたい方は103がおすすめ。温かみと透明感、どちらも兼ね備えている仕上がりで、濡れたようなツヤ肌に仕上げたい方は105がおすすめです。それぞれ引きで見るとこんな感じの違いです。103をハイライトに、
104をチークに塗って2色を組み合わせて使うとこんな感じに仕上がります。やはり104はチークブラシを使って塗ると結構しっかり発色してくれるので、ツヤツヤに仕上がるチークをお探しの方にもとてもおすすめです。この2つを組み合わせると温かみの中に透明感があってとても絶妙なバランスの肌に仕上がります。2色使いもすごく素敵だなと思いました。続いてはリキッドアイライナーの限定色をご紹介していきます。まずは102のカラーを使ってフルラインを引いてみたいと思います。かなり液がみずみずしいタイプなので、細かいラインもスルスル描くことができます。カラーは結構深みがありますが、シアーなのと全体にしっかりパールが効いているので、重たくならずに使えますね。102フルラインで描くとこんな感じです。みずみずしい液と少し硬めの筆タイプで、細かい部分から跳ね上げラインまで簡単に描くことができます。カラーもしっかり深みがありますが、シアーなのと全体にパールのツヤが効いているので、リキッドタイプのアイライナーを塗るのが苦手ということにも簡単に使いやすいんじゃないかなと思います。アイラインの目元のフレームを強調する役割はそのままに、絶妙なニュアンスのカラーが楽しめるところがすごく素敵です。こちらは透明感のあるカーキカラーに発色します。続いて103です。103はこんな感じです。こちらはオレンジニュアンスの柔らかいベージュブラウン系に発色します。普段ブラウンのアイライナーを愛用されている方や、あまり派手なイメージにはしたくないけれど、ポイントでカラーを効かせたいという方に取り入れやすいと思います。102と103引きで見るとこんな感じです。続いて104と105です。104はこんな感じでシアーなグレージュカラーのベースにシルバー系のパールがキラリと輝きます。ブラックだと強すぎるけれど、ブラウンだと黄みが気になるという方にとても使いやすいアイライナーかなと思います。105はこんな感じで、今回のシリーズの中では一番しっかりカラーが楽しめますが、それでもかなりシアーなネイビーカラーなので、ブラックのようなイメージのまま少しアクセントをプラスしたい時や、目元を涼しげな印象に仕上げたい時に可愛いと思います。ではここからは数量限定のアイシャドウ、ザ・アイシャドウプリズムをご紹介していきます。102から順番にそれぞれのパーソナルカラーと単色塗りをご紹介していきます。102PR、パーソナルカラーにおけるとブルベ夏におすすめ。明るく淡いライトピンクにシルバーとピンクのラメが輝きます。青みがあり、明るく淡い色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると単色塗りならライトサマー。ベースの仕込みやアクセントとしてはブルベ夏全般におすすめです。まぶたの上に単色塗りしていきます。微細なラメがチラチラと輝いてとても可愛いです。102単色塗りするとこんな感じです。ホワイトに近い淡いニュアンスのペールピンクがベースになっているので、暗いカラーや鮮やかなカラーが苦手な方にもとても使いやすいと思います。ピンクやシルバーのラメがぎっしり詰まっていて、顔を動かすたびにチラチラと輝くのがとても可愛いです。単色塗りはもちろん、ラメのアクセントとしても活躍してくれそうですね。続いては103です。103PR はイエベ春におすすめ。黄みの強い明るいゴールドのベースに、ゴールドとグリーンの大粒ラメがきらめきます。黄み、明るさ、華やかなラメが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ブライトスプリング、ウォームスプリングにおすすめ。103はベースのパール質感がメタリックのように輝きます。このイエローのカラーと相まってとても華やかで可愛いです。103単色塗りだとこんな感じです。まぶたの上にのせるとグリーンのラメは自然に馴染んでイエローを和らげてくれるような効果があるので、華やかな仕上がりですが強すぎない絶妙なイエローアイシャドウを楽しめます。パールのツヤと微細なラメでメタリックのように輝く目元に仕上がります。102と103それぞれ引いてみるとこんな感じです。
104BR はブルベ夏におすすめ。青みの強い明るくくすみ感のあるライラックにシルバー、ブルー、ゴールドのラメがきらめきます。青み、明るさ、程よいくすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトサマー、クールサマーにおすすめ。淡いくすみカラーのベースにラメがしっかり輝いて、このコントラストがとても綺麗ですね。104、まぶたの上にのせるとこんな感じです。程よいくすみ感がある明るいライラックカラーで透明感抜群の目元に仕上がります。まぶたの上にのせるとブルーのラメと同じくらいゴールドのラメもアクセントになっているので、イエローベースの方が透明感をプラスしたい時やアクセントを加えたい時にも使いやすいパープルだなと思います。105BR はイエベ春におすすめ。黄身の強いイエローグリーンがしっかり発色し、その上に同系色のラメがメタリックのように輝きます。黄身、鮮やかなカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ビビットスプリング、ウォームスプリングにおすすめ。こちらは手元で見たときは103のカラーに結構似ているなと思いましたが、こちらの方がベースのカラーが鮮やかで深みがあるのと、ラメも大粒な感じがします。105暖色塗りするとこんな感じです。こちらは103よりもグリーンのニュアンスがさらに強く出るのと、ほんのり深みも効いているので、大人っぽくイエローを楽しみたい時におすすめです。104と105、それぞれ引きで見るとこんな感じです。106BR はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。明るくクリアなブルーのベースに大粒のブルーラメがきらめきます。青み、明るさ、クリアなカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトサマー、クールサマー、クリアウィンターにおすすめ。見た目の印象だとかなり強いブルーカラーに発色するのかなと思われがちですが、この質が軽くてさらりとしているのと、まぶたの上にのせると指塗りでもこのくらいナチュラルに調整することができるので、透明感抜群のブルーアイシャドウを楽しめます。調整しやすくてかなり使いやすいです。106暖色塗りだとこんな感じです。指でしっかり発色させてもこのくらいシアーな抜け感が残ってくれるブルーなので、まぶた全体に塗ってもやりすぎ感がなくて、とても素敵な夏メイクに仕上がります。他のカラーと比較をすると、ベースは軽やかなマット寄りの質感で、その上に同系色のラメがキラリと輝きます。107PR はブルベ冬におすすめ。寒色系のトープカラーにピンクやシルバーのラメが輝きます。青み、深みが得意な方に使いやすいです。ブルベ冬タイプ全般におすすめなカラーです。こちらはベースからしっかりパールのツヤを感じられるので、締め色にも使える深みのあるカラーですが、重たくならないところがポイントですね。107暖色塗りだとこんな感じです。ダークなトップカラーがしっかり発色しますが、その上にピンクのラメがチラチラと輝くので、絶妙な軽やかさも演出してくれるところがすごくおしゃれだなと思います。全体的にツヤの反射をしっかり感じられるダークカラーなので、ツヤ感を失わない締め色としても活躍してくれそうだなと思います。106と107、それぞれ引いてみるとこんな感じです。108PR はイエベ秋におすすめ。オレンジが強い黄身のレッドにゴールドやピンクのラメがきらめきます。黄身、鮮やかな色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ストロングオータム、ウォームオータムにおすすめ。こちらは今回のシリーズの中でも一番カラーがしっかり鮮やかに出るタイプかなと思います。指塗りでもやはりシアーなので、カラーアイシャドウ初挑戦の方にも使いやすいものが揃っているなと思います。108暖色塗りだとこんな感じです。指でなんとかしっかり重ねていくとこのくらい発色を楽しめます。オレンジ系のレッドカラーのベースにゴールドのラメがアクセントに輝くところがとても華やかです。
夏メイクには欠かせないレッドアイシャドウですね。109BR はブルベ冬におすすめ。ダークのパープルのベースに大粒のブルーラメと微細なピンク、パープルのラメが輝きます。青み、深みが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、単色塗りならディープウィンター、シメールとしてはブルベ冬全般に使いやすいです。108も今回のコレクションの中ではかなり深みがある方ですね。かなり落ち着いたダークパープルが大人っぽいです。109暖色塗りだとこんな感じです。ブルーに近い寒色寄りのダークパープルのベースにブルーの大粒ラメがアクセントでキラキラ輝きます。深みとラメのバランスが絶妙で大人の夏メイクに仕上げてくれそうなアイシャドウですね。108と109それぞれ引きで見るとこんな感じです。では、ここからは今回のコレクションを使ったメイクを2パターンご紹介していきます。まずは1つ目のメイクです。まず、ザ・アイシャドウプリズム 10PR を指に取って、ワームアブタのアイホール全体にベースとして仕込んでいきます。柔らかくて明るいベールピンクとこの微細なラメを仕込んでおくことで、夏らしいキラキラな目元の土台を整えてくれます。続いて108を指に取って、ワームアブタの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。今回のメイクではこのレッドのカラーをメインに使っていきます。ベースにピンクを仕込んでいることで、レッドがより柔らかくツヤ感が増していきます。続いて107を指に取って、ワームアブタの目尻全体にのせていきます。指で塗るとこのカラーの中に入っているツヤ感がしっかり出るので、ツヤを与えながら目元を引き締めてくれる効果があります。ファンディクションのアイシャドウブラシにも取って、下まぶたの目尻全体にも塗っていきます。こういった大きめの平筆ブラシの先端を使って塗ると、カラーはナチュラルに、ツヤはしっかり出すことができて、下まぶたなどのポイントに塗りたい時におすすめです。最後に105を指に取って、上まぶたの黒目の中心から広範囲にかけていきます。レッド系のカラーで作ったベースの上にこのイエローグリーンを重ねることで夏らしい華やかさがプラスされます。アイライナーは105のネイビーを使っていきます。目尻にしっかり跳ね上げラインを描いていきます。はい、こんな感じで1つ目のメイクが完成しました。1つ目のメイクではピンクやレッドのカラーをメインに上からイエローグリーンを重ねたり、目尻のアイラインにはネイビーを使ったカラーメイクに仕上げてみました。ピンク系、イエロー系、ブルー系と3色を使用していますが、全体的に透け感が残る質感なのと微細なラメが効いているので、組み合わせても喧嘩することなく取り入れやすいカラーメイクに仕上がったと思います。切り見るとこんな感じです。続いて2パターン目のメイクです。104を指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらもかなり透明感があって明るく淡いカラーなので、単色塗りでももちろん可愛いですが、ベースの仕込みにも使いやすいです。続いて106を指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。2パターン目のメイクではこのブルーのカラーをメインに使っていきます。ライラックと組み合わせると幻想的なカラーになってとても綺麗です。続いて109を指に取って、上まぶたの目尻3分の1とブラシにも取って下まぶたのまつげの際にものせていきます。最後に103を指に取って上まぶたの
黒目の中心にピンポイントでのせていきます。今回のメイクにもイエローのカラーをポイントに使っていきます。アイライナーは102のカーキを使用していきます。目尻に跳ね上げを描いていきます。はい、2パターン目のメイクが完成しました。2パターン目のメイクではブルーのカラーをメインにライラックやパープル系など同系色でまとめて、最後にアクセントで明るいイエローとカーキの温かみのニュアンスをプラスしてみました。今回のコレクションはイエロー系のカラーが2色入っていたので、どちらのメイクパターンにもアクセントでイエローを使ってみました。ブルーも強すぎず暗くなりすぎない透明感抜群のタイプだったので、メインカラーとして全体に塗っても強くなりすぎずに、イエローと組み合わせても大人っぽさと上品さを保ってくれます。涼しげなカラーが夏メイクにぴったりです。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じでアディクションのサマーコレクションをご紹介していきました。今回のコレクションは見た目だとかなり華やかなイメージですが、実際に使用すると絶妙な透け感やラメが効いているので、いろいろなカラーを組み合わせても喧嘩しない、とても大人っぽくて上品な夏メイクが楽しめました。ものすごく可愛いコレクションだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。